今回はミトンを編みます。100円ショップセリアで毛糸を購入しました。計 100% の段染め糸です。6号針で編んでいきます。輪の作り目から細編みで編み始めます。鎖1目編んで細編みに入ります。1目、2目、編み終えたら糸端を引っ張って動いた方から輪を絞っていきます。そしたら最初の目に糸を引き抜きます。毎段最後は必ず最初の目に糸を引き抜きます。2段目立ち上がり鎖2目編んだら台の目は取らずに最初の目に中長編みを2回編み入れます。前目、2回中長を編み入れていきます。立ち上がりの鎖目は段数には入れません。2段目は12目中長を編みます。3段目も立ち上がり鎖2目編んだら中長編みを1目の中に2回編み入れていきます。なので24目になります。27段目まではずっと立ち上がりは鎖2目編んでいきます。3段目が終了するところです。4段目立ち上がり鎖2目編んだら最初の目に中長を編んで2目目にまた中長を編んで3目目は中長を2目編み入れます。4目目5目目は中長を編んで6目目は中長をまた2目編み入れていきます。これを繰り返していきます。そうすると4段目は32目になります。5段目からは往復編みで編んでいきます。5段目は裏を見て編んでいきます。ちょっとひっくり返した後に目がわからなくなると思いますので、最初の目と最後の目は必ず印をつけていくと間違いないと思います。増減はありません。中長で編み進めていきます。最後の目に来ました。編んだらすぐに印をつけてまた最初の目に糸を引き抜くんですけど、
また引き抜いたらすぐに印をつけるようにします。少し面倒ですが目を間違えないのでこの方が分かりやすいと思います。6段目また、編み地を返して今度は表を見て32目編んでいきます。編んだらすぐに印をつけていきます。このように往復編みで中長32目編んでいきます。19段目立ち上がり鎖2目編んだら、また最初の目に段を取らず最初の目に長編みを編んでこのように編んだら鎖5目編みます。そしたら下の段の2目飛ばして3目目にまた長編みを編みます。これで親指の穴ができました。また最初の目に印をして中長編みで編んでいきます。19段が終了するところです。やっぱりそのままつけて編んだら編みにくいので外して編みます。すぐに印をつけてこちらも外して最初の目に糸を引き抜きます。そしたら立ち上がり鎖2目編んで最初の引き抜いた目に印をつけて最初の目から中長編みを編んでいきます。前段の長編みのところまで中長編みで編み進めていきます。長編みのところまで来ました。長編みのところまで中長編みを編んだらこの鎖目に、側に中長編みを4目編み入れます。そしたら、最後の目も中長編みを1目編みます。20段目が終わりました。全部で20段目で34目になります。20段目終了です。また編み地をひっくり返して21段から27段はそのまま中長編みで34目編み進めていってください。
ちらも引き続き往復編みで編んでいきます。印を忘れずにつけながら編んでいってください。27段目が終了するところです。最初の目に糸を引き抜いて、28段目からは細編みを編んでいきます。ベルトの部分になります。こちらも印をつけておきます。細編みになってからも、往復編みで編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目に細編みを編んでいきます。増減はありません。最後の目に来たら印を外して細編みを編みます。ここで一周してきました。そしたら、最初の目に糸を引き抜かずにそのまま鎖17目編んでいきます。これが飾りのベルトになります。ちょっとつなぎ目が邪魔ですけど、そのまま編みます。編み終えたら鎖の立ち上がりを編んで、編んだところから2目目のところから細編みを、折り返していきます。鎖の裏側のボコボコした裏山を拾って編んでいます。つなぎ目もこのように、挟み込みながら編んでいきます。このように編みながら、飾りのベルトを17目編んでいきます。編み終えたらそのまま、本体のベルト部分に入ります。ベルトの1段目のところに印をつけてから編み進めていきます。この飾りのベルト部分は2段目に、細編みの部分は2段目となります。2段目の最後に来たらまた、
表に編み地をひっくり返して立ち上がり1目鎖編んで、娘がちょっと手を出してしまいました。細編みで編み進めていきます。2段目終了するところです。そしたらまた編み地をひっくり返して3段目編みます。4段目に来たら立ち上がり細編み2目編んだら鎖2目編んで前段の2目飛ばして3目目から細編みをまた編んでいきます。これでボタンホールができます。このように穴が開きました。6段編み終えたらそのまま、ベルトの部分を引き抜いていきます。この時にあまり引き抜くきつく引き抜かないようにご注意ください。きつく引き抜くと、手を入れる時に突っ張った感じになってしまうのでご注意ください。本体のベルトの部分まで来たら糸印を外してそのまま、縁を引き抜いていきます。ちょっと糸が割れるので編みにくいんですけど、そしたら編み地をひっくり返して針を入れ直して糸を、ちょっと下に持ってって引き抜いていきます。
さっき糸印があったところが印に1段目の印になってますので、そこのところを、引き抜いていきます。ここはちょっと段染めの糸なので、1段目のところが分かりにくいんですけど、間違えないように引き抜いていってください。最後まで来ました。このように、縁が編めました。糸をカットしてそのまま編み地に糸端を始末します。最初の目に糸を渡らせて、編み地の裏側に縫い付けていきます。最後ちょっと内側に縫い付けたらカットします。ベルトが出来上がりました。最後に指の部分を編んでいきます。右手ですね。こちら、19段目の、2目飛ばして長編みを編んだところの、角の部分から編んでいます。立ち上がり鎖1目編んだら、細編みを同じ目に編んで、ここは長編みのところですけど、細編みを2目編みます。そしたら、長編みの角のところに細編みを入れて、ここは鎖5目のとこだったところなんですけど、ここに細編みを2目編んで、また、長編みの角のところに細編みを1目編んで、最初19段目の最初の長編みのところを細編み2目編みます。ちょっと拾いづらいですけど、頑張って拾ってください。そしたら、角の部分にまた細編みを1目編みます。たら、
細編みを2目編んで、最初の目に1段目の最初の目に糸を引き抜きます。これで12目できました。2段目から11段目までは増減なく12目細編みを編み進めてください。11段編み終わりました。12段目立ち上がり鎖1目編んだら、細編み2目一度を編んでいきます。2目拾って一度に引き抜いて1目目が減りました。これで2目減りました。3目4目だんだん穴が小さくなるので編みづらくなるんですけど、5目6目で最初の目に糸を引き抜きます。で、閉じ分を残して糸をカットします。たらそのまま穴を塞いでいきます。最初の目に糸を渡してから目をすくっていくんですけど、ちょっと間違えました。外側の半目をすくって閉じていきます。閉じたら、絞って編み目に糸を通して、1、2周通したら裏側に針を出して編み地をひっくり返してまた、編み地にちょっと縫い付けてから糸をカットします。したら編み始めの糸端も始末します。ちょっとここに穴が開いちゃってる感じなので、穴の周りの編み目に糸を通しながら閉じていきたいと思います。段染めの糸なので、気になさらず、閉じても、全く目立たないので大丈夫です。たら、最初の本体の編み始めの糸端も始末します。輪の周りに糸を縫い付けてカットします。
表に返して最後にボタンを縫い付けたら完成になります。このように右手が出来上がりました。ボタンは2センチのボタンを使用しています。幅はだいたい10センチ弱、平置きで10センチ弱で、長さは20センチぐらいです。指の長さはだいたい6センチです。幅はだいたい3センチぐらいになります。ぴったりめの2トンができました。ちょっと、つけてみたいと思います。こんな感じです。